ボンジョー。パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？今日は6月の週末、パリ市内のあちらこちらで開催されていた飲みの市を巡ります。朝の涼しいうちに一人でフラッと出かける飲みの市。この動画を通して一緒に散歩をしている気分で、のんびりとお付き合いくださいませ。記録的な暑さとなった今年のパリの6月。この週末はほんの少しだけ気温が落ち着いてきたような気がします。私はここしばらく家の中にこもっていましたので、少し外へ出なくてはと思いました。土曜日の朝、私が向かったのはポルト・ド・ヴァンブ。ヴァンブの飲みの市です。ここでは毎週土曜日と日曜日、飲みの市が開かれています。最近私は絵画とか版画の作品が少し気になっています。ここにはなかなか良いものがありそうな気がしますけれど、どうでしょう。これは中国の結婚式の様子を描いたものなのかしら。これは確かお湯を入れてお皿を温めるためのもの。子供用のはよく見かけますけど、これは大人用でしょうかね。私はこのカゴがちょっと気になりました。スタンドのマダムにお値段を聞いてみると、10ユーロとおっしゃっていました。このスプーンの形をしたセット、なかなか可愛らしいと思いませんか？2つで30ユーロと言われたような気がします。私にはちょっと高いかな。ヴァンブの飲みの市でいつもセンスが良いなと思っているのがこちらのスタンドです。朝からとてもにぎわっていました。以前私がシャンボール城のブロカントで購入したのと同じようなスタイルのお皿ですね。これ何だったでしょう。スタンドのマダムに尋ねると、そう、これアドレス帳でした。そういえばかつてはこういうものが使われていましたよね。飲みの市ブロカントのスタンドにはそれぞれ世界観があると思います。そこでとりわけセンスの良いスタンドというのがこんな風にたくさんの人の注目を集めているんですよね。演出のセンスを感じるしつらいだと思いませんか？
そう、以前のブロカントの動画でこのようなアイテムがありました。私はすっかりカトラリーを入れるものだと思っていたんですが、このタイプだと実はナプキンを入れるためのようなんです。動画を見てくれたお友達がとても親切に教えてくれました。こちらのスタンドもまた独特の世界観があるなと思って私は引きつけられました。バコラバヌの香水瓶が好きなんだよとスタンドのムッシュがとても親切に私に見せてくれました。出店者の方が本当に好きで仕入れているものを扱っているところは何か雰囲気が違うような気がすると思うのは私だけではないでしょう。さまざまなタイプの照明器具があります。これも面白いと思いませんか？フランスのコイン、1970年代、もちろんユーロではなくフランの時代ですよね。私はどうも一脚だけポツンとある椅子に弱いようです。スタンドのムッシュにお値段を聞いてみましたら50ユーロ。後ろ髪を引かれましたけれども、今回は家に連れて帰ることはしませんでした。これは何だと思いますか？ボタンを作る道具なんですって。オス型とメス型2つを合わせてボタンの形にするのだそうです。このスプーンの飾りの部分もこういった道具で作られているのだそうです。このカゴバッグはもともと釣りに使うものだとこちらのスタンドのムッシュが教えてくれました。このスタンドもまた物語がある感じではないですか？何とはなしに惹かれるものがあります。かつてそこに込められた愛情が感じられるからなんでしょうかね。先ほどラベンダーをカゴに入れていた女性がいましたが、この花売りの方から購入していたんですね。いつも土曜日に出店されているはずのジュリアさんの姿がこの日は見えませんでした。連日の暑さでしたから出店を見合わせた方々も結構いらっしゃるのではないかなという感じでした。暑さが本格的にならないうちに今日のところはこれで切り上げたいと思います。
翌日の日曜日の朝、パリ5区でいくつかブロカントが開催されているようでした。私はまずポーロワイヤル大通りへと向かいました。するとどうでしょう。その気配が全く見当たらないんです。いつも私はパリ市のサイトなどを参考にしています。そこにはアナウンスが出ていたんですが、実際のところは行われていなかった。こんなこともあるんですね。とはいえ、ここから歩いて数分のスフロ通りでもブロカントが開催されているとありましたので、そちらの方へ向かって歩きましょう。柵の向こう側はおなじみのリュクサンブール公園です。ありましたありました。リュクサンブール公園とパンテオンを結ぶこの通り、スフロ通りで確かにブロカントが開かれていました。あれ、私はこの棚に見覚えがあります。そうなんです。ブロカント通いをするようになると、確かあそこでもお見かけしたことがあるなというおなじみの出店者さんに何度も出会うようになります。こちらのスタンドのマダムは私初めてお会いする方だと思いますが、とても親切にアイテムを見せてくれました。これは昔のフランスの職業が描かれたお皿のシリーズだそうです。このお皿はまさに私が購入したのと同じシリーズではないかしらと思いましたが、これはジアンで作られたものでした。一方こちらはイタリア製だそうです。マダム曰く、イタリアのものはすごくアーティスティックなのよね。確かにそんな感じがします。これもなかなかインパクトがあるティーポット。イギリス製でした。こちらはまた別のスタンド。アルザスの画家アンジの作品がトレイになっています。この木の質感が素敵だなと思いました。この箱は一体何でしょうね。こちらのスタンドのムシュによると、これは第二次世界大戦の時に使われていた弾薬などを入れていた軍用の木箱なのだそうです。ベルギー軍のものだとおっしゃっていました。実際に持ってみるとかなり重量があるんです。今朝のうちに同じような箱がすでに3つ売れたそうです。スタンドのムッシュアランさん、なかなかいいご趣味だなと思いました。
メスとおぼしきスニーカー、足にぴったりとはあったのですが、300ユーロというお値段はなかなかのものです。私は購入を見送りました。このワンピースも個性的で目を引くと思いませんか？35ユーロとおっしゃっていたような気がします。このシルクのスカートもなかなかおしゃれかな。サンミシェル大通りにもブロカントが出ていましたが、私はソルボンヌ大学の方へ曲がってリューデゼコールを歩いています。この彫像は確かピエール・ド・ロンサール。私は人気のバラの品種を思い出します。これではなくって、おそらくこちら、人間が音を上げてしまうような連日の暑さにもめげず、こうしてみずみずしい花を咲かせる植物って素晴らしいなと改めて思いました。こちらは花屋さんの店先。さすがに切り花は外には出しておけないくらいの暑さ。あら、ここにはナスがありました。これらはもう盛りを終えてしまった鉢物でしょう。2ユーロで売られていました。こういうものでも上手に生かすことができたら素晴らしいですよね。私の次なる目的地はモベール広場です。昨日は食料品などのマルシェが立っていたこの広場、今日は特別にブロカントの広場になっていました。そうそう、こちらのパン屋さん、クロワッサンを求めてツーリストの方たちが毎日行列をしています。これは昔の地図。パリの下水道網のようですね。そしてこちらは1853年の世界地図。私はやはり日本を探します。この年号は幕末、ペリー率いる艦隊が浦賀沖に現れた年。東京ではなく江戸。しかも JEDO と記されていました。こちらのスタンドがなかなか趣味が良いなと思いました。これらはイチジクの葉っぱと実を表したお皿のセットですね。南フランスで作られたもののようです。ブロカントの品揃えで次の季節の訪れを感じさせてくれる。なかなか心にくい演出だなと思いました。さて、ここでちょっと美味しいものをご紹介しますね。ここ数年、パリではさまざまなアイスクリーム専門店がお目見えしていて、そのレベルがどんどん上がってきていると思います。
子供の頃からずっとアイスクリーム大好きの私としては、なんとも嬉しい変化です。リュクサンブール公園の中にもイタリアンジェラートの専門店がスタンドを出すようになりました。ペタンクの広場のそばにあるこちらのスタンド、ジロティ。連日の暑さのせいでアイスクリームはずいぶん売れてしまって、今日はこの2つのフレーバーだけになっていました。でも私の好きなピスタチオがありましたので、迷わずそれをいただくことにします。このジロティというブランドのお店そのものは、リュクサンブール公園からもすぐのガスパイユ大通りにあります。店内では本場イタリア仕込みのスイーツや軽食もいただけます。アイスクリームの種類も確か20種類ぐらいはあったのではないかしら。けれども今日私はこちらの公園の木陰でジロティのアイスクリームを楽しみたいと思います。まるで日本の和菓子を思わせるような地味を感じさせるアイスクリームだなと思いました。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思われたら、どうぞ高評価をお願いいたします。また、チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。コメントとしてお寄せいただく言葉に、私はいつもとても励まされております。どうもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。